薬屋の独り言というアニメを見始めました。ブンブンカワカワブンカワです。11月のエイジングレビューとしてこちらに出ている6冊のレザーバインダーのエイジング状況をお伝えしたいと思います。よければ最後までご視聴ください。たくさんのレザーバインダーのエイジングレビューをお届けしないといけませんので、サクサク進めていきたいと思います。お迎えの浅い順に紹介していきます。まずこちらですね、ホワイトベールのブラックのナローサイズのレザーバインダーです。今年の伊藤屋さんのシステム手帳サロン限定で登場したレザーバインダーです。このレザーバインダーはシステム手帳サロンの時に開催されたノックスプロッターデーのコーナー金具取り付けをしてもらってます。今ですね、こんな感じです。ここがね、余白さんっていう作家さんの雰囲気に似てるなって思ってて、余白さんって呼ぶことにしたんですけれども、この子はですね、まだ中はですね、2024年のマンスリーとウィークリーのリフィルセットしているんですけれども、このリフィル自体がですね、まだ、使えない状態です。早くて今年の12月から使える、そんな状態ですので、今はですね、使うタイミングを待っているという、そんな状態です。箱に入れてしまっているのではなくて、例の、ここですね、プロッターとか、トラベラーズノートとか並べてる棚があるんですけれども、ここに普通にね、ポンと入れてます。ここにポンと入れているので、他のレザーバインダーたちを結構出し入れしたりする関係でですね、この子の横に置いたプロッターたちのバックプレートが、ね、やっぱりこの革に当たります。当たったことによりまして、ここですね、擦れてますね、結構。余白さんのレザーバインダーよりも右側にね、あんまり他のレザーバインダーを置くことないせいか、こっちの面は割と綺麗なんですけれども、こっちの左面の方はちょっとね、エイジングが進んでいるような、そんな感じです。とはいえまだ全然使ってないですし、持ち出しとかもしていないので、比較的綺麗な状態を保っております。来月12月ですね、使うの楽しみです。この子持ち歩きしたらあっという間にエイジングしちゃうかもしれませんね。家に置いているだけでこれだけエイジングしましたので、使い始めたらあっという間にね、変わっていくかもしれません。先ほどもお伝えしたように、これ2024年度版のリフィル入れてまして、本当はほぼ日ウィークスとのね、比較とかをしっかりやっていきたいなとは思っているんですけれども、この間ですね、ナローサイズにどうですかって一筆線のリフィルとかね、いろいろいただいたりしたんですよね。なんかそれも使いたいし、ちょっとフライングでそっちを先に入れて使っちゃうっていう可能性も今後はなきにしもあらずかもしれません。まあそんな感じで、一応ね、2024年度版のリフィルが使い始められるようになるまで待機しているといったそんな感じの状態でございます。いや、この無機質な状態もね、最高にいいですよね。本当にね、好き。本当にね、このホワイトベールシリーズめちゃくちゃいいので、また再販してほしいなって、個人的にね、再販を強く希望したい。ということで、まずは1冊目、ホワイトベールのブラックナローサイズのお迎え1ヶ月レビューでした。次ですね。続いてこちらですね、ホワイトベールのフューシャの M5 サイズです。先ほど紹介したホワイトベールブラックのナローと同じ日にお迎えしてます。この子はですね、今私の行きたい文房具店リストとかをピックアップしているような、そんな手帳になってます。そんなね、プロッターのこの M5 のトゥードゥーリストにトラベラーズファクトリーで押した各都道府県の県名のスタンプを押してまして、例えばこのページですと福井なんですけれども、福井の行きたい文房具店リストとかをピックアップして書くみたいな。ちょっとね、まだピックアップできてないので書けてないんですけれども、例えば兵庫ですと長澤さんとか、ね、こんな風に、千葉ですとこんな感じとかね、こんな感じで各都道府県ごとの行きたい文房具店をピックアップしていく用の、そんなね、リフィル、そんな使い方をしております。今度大阪行くので、大阪もね、いろいろピックアップしたんですけれども、すべてはね、さすがに回れないと思うので、ちょっとね、行けそうなところ、近場、私が行く周辺に何かいい文房具店があれば、ちょっとふらっとね、立ち寄らせていただこうかななんて思っている次第でございます。トラベラーズファクトリーはスタンプコーナー、混んでる時は、譲り合いましょうねとか、あとは、やっぱりファクトリー、トラベラーズノート系のね、トラベラーズノートのユーザーさん優先とかそういうのがありますので、一度にね、たくさんは押せないんですよね。なので、ちょっとね、まだ全部の都道府県のスタンプは押し切れてません。また行ったら、ちょっと押してこようかななんてね、そんな風に思ってます。
で、トゥードゥーリストのリフィルもちょっとページ数が少ないので、これもまた調達しなければといった、そんな状態でございます。そして一番後ろにですね、プロッターの、これね、限定で登場したパープルの本革カードケースのリフィルを入れてます。文房具店巡りをした時にですね、このレザーバインダー連れていくことにしまして、で、ここにですね、そのショップカード、いただいたショップカードとかを入れて持って帰るみたいな、そんな使い方をしております。名刺を今作り変えてるので、自分の名刺は持ち歩いてないんですけれども、ちょっと名刺を作り終えたら、また自分の名刺も入れてみたいな、そんな感じにしようかななんて思ってます。このフューシャはですね、先ほど紹介したこのスタンプをですね、押しに行くのに一度連れ出して、で、西荻にね、この間嫁さんと行ったんですけれども、あの時に連れ出してとか、まだね、そんなにね、多くは連れ出してないんですけれども、もうこれだけエイジングが進んでおります。いやー、早いです。まあね、私が連れ帰ったこのフューシャは割とね、ベールが剥がれ気味っていうのかな、こういう細い線みたいな感じの、割といっぱいついてた子ではあったんですけれども、それでもお迎え当時はやっぱりこれぐらい、ちょっと白っぽいホワイトワックスがちゃんと乗ってたんですよね。それをね、たった1回本当に持ち歩きしただけで、ほぼほぼこれぐらい取れました、ワックスが。本当にね、第1次のエイジングが凄まじく早いです。で、今第2次に向かってるのかなと思うんですけれども、これぐらい白かったものが、ある程度、ちょっと地肌の色が見えてくるぐらいまでに取れると、一旦ね、落ち着くようです。ここからはね、割とちょっと優しめのエイジングになってきてます。それでもたくさんこういうね、線がついた感じのね、取れ方とかしてますけれども、がっつりとワックスが落ちるっていうのは一旦落ち着く、そんな感じのね、エイジングをしている気がします。で、全体的にやっぱりちょっと外側が落ちやすいのかな。そんな感じのね、雰囲気を感じております。ただやっぱこのバックプレートのキワキワは割とホワイトベールのその当時のね、白っぽさを残しているようなね、そんな感じですね。結構ムラがあります。この子を連れながらその文房具店巡りとかするのもね、本当に楽しいですし、例えばこれだと西荻に行く時の簡単な行動計画じゃないけれども、他に寄りたい場所とか書いたんですけれども、こういうのを書いてね、持っていくのも楽しいですし、いいですね。元からね、行きたい文房具店リストとかはあったんですけれども、都道府県準不動とかで書いてたので、一体これはどこのお店なんだっていうのが分かんなくなっちゃってたんですけれども、こういう都道府県ごとに情報をまとめると、そのどこの都道府県の話なのかっていうのが分かりやすくてとても助かっています。気になるなっていう文房具店を見つけたらその都度こうやってね、これはちょっとページ用意できてない部分なんですけど、ピックアップして書くとか、ね、どんどん追記していくみたいな、そんな感じで今使っています。そこまで大きくガバって開く感じではない個体だったので、今のところ、あれですね、ゴムバンドはせずに使ってます。というのがホワイトベールフューシャの、お迎え1ヶ月のレビューでした。いつもならシステム手帳サロン終わった後にいろんなね、伊藤屋さんの店舗にシステム手帳サロン限定のレザーバインダーとかが流れるはずなんですよね。で、どこどこ店にシステム手帳サロンのやつ入荷しましたみたいなとか、ツイッターとかで流れてくるんですけど、今年ね、全然見かけないんですよ、そういう情報を。システム手帳サロン期間中にホワイトベールが、店舗限定の方ね、店舗の商品で完売になったっていうのは聞いてなかった気がするんですけれども、もしかしたらね、売り切れてしまったのか、それとも他店に回すだけのね、在庫を確保できてないのかわかんないんですけれども、まあそういった感じですね。今度銀座行くのでちょっとホワイトベールさん並んでんのかちょっと見てこようかななんてね思ってたりもします。続いて3冊目ですね。またホワイトベールのトープさん M5 サイズです。こちらもお迎えから1ヶ月のレビューになります。先ほど紹介した2冊のホワイトベールに関してはシステム手帳サロンのノックスプロッターデーの時に購入したんですけれども、このトープさんに関してはシステム手帳サロンの初日ですね、プレミアムで予約した人しか入れないみたいな日にですね、連れ帰ってきた子になります。数日ですが我が家に来た先輩になります。先日動画でもお届けしたんですけれども、入館証ケースですね、カードホルダーのストラップつけてるやつが
壊れてしまいまして、入館証ケース兼出社時のお財布みたいなね、そんな感じでセットアップをしまして使い始めているところです。まだ使い始めて5日ぐらいとかそんな感じなんですけれども、もうねこの後ろの方とかが結構ピカピカになりつつあります。ティッシュでこするとかなんかいろんなものでこすったりとかしてちょっと人工的にエイジングさせた部分がありますので、ちょっとねその辺は別の動画とか見ていただきたいんですけれども、連れ歩いてるだけありましてちょっとエイジングしてますね。人工的な部分以外のエイジングもちゃんとしております。全体的にねこう斜めな感じの風合いのエイジングはちょっと人工的な要素が強めなんですけれども、こうちょっと縦な感じの部分とかは自然のエイジングです。でこのレザーバインダーに関しては、こちらの面に関してはこのバックプレートのそばはですね綿棒でこすりましてちょっとエイジングさせてるんですよ。逆の面に関しては何もせずっていう状態なんですけれども、やっぱりですねこのキワキワのエイジングに差が出てますね。こんな感じで、こっちの綿棒してない方はこの辺まだ白っぽい部分が残ってますし、こっちはですね割と際の方までエイジングしているといったねそんな感じです。さっきのフューシャもね自然のエイジングなんですけれども、こっちはねやっぱり際のところがまだ白い状態が残ってるんですけれども、トープさんもこっちの面はそんな感じだよっていうね状態です。トープに関してはブラックとかフューシャよりもちょっとね色が優しめの色なので、このいい感じに馴染んだような感じになりますが、やっぱりフューシャになると結構色の差が出ますね。白っぽさとピンクっぽいところのこの差がね結構はっきりあるなっていう風に感じてます。入館証ケースとしての使い心地ですとかセットアップについてはちょっと別の動画を出しているので、そちらを見ていただければと思います。ちょっとね仕事関係のやつなのであんまりむやみにね開けないんですが、今はですねいろいろありまして、このゴムバンドをつけて運用するを今度試す、そんな状態になっております。この動画撮影しているのが月の中旬なのでちょっと在宅続きの週なんですが、これから月の後半、それから月初にかけてとか、ね、12月とかは特に出社が増えるシーズンなので、そうするとやっぱ触る頻度も増えるのでエイジングもより進むのではないかなと思います。ホワイトベールさん本当にねエイジングが早いので、ちょこちょこ動画でこのね様子とかはお伝えできたらいいなと思っていますので、ちょっとお楽しみにしていただければと思います。今ですね同じようなタイミングでお迎えしたこちらのホワイトベールシリーズ3冊のエイジングレビューをお届けしました。次に移ります。続いてこちらですね、リスシオブラウンのバイブルサイズです。プロッターの定番商品のリスシオブラウンになります。今年の5月にですねプロッターの価格改定がありまして、その価格改定前の駆け込みで購入したレザーバインダーになります。革のエイジング記録手帳として使っています。直近ですとこんな感じですね。ホワイトベールさんとかのねエイジング記録も入ってます。まだフューシャとかねブラックの写真を印刷できてないので入れられてないんですが、いろんなレザーバインダーたちのエイジング記録を書いた手帳になっております。使ってる用途的にお外に持ち出して使うことがほぼほぼないので、めちゃくちゃエイジングもゆっくりです。全体的にまだまだお迎え当時の雰囲気を保っているんですけれども、リングのところですね、やっぱこのリングの付近がちょっとツヤが出てきてますね。この辺一帯がツヤが出ております。この辺にね色ムラとかあるんですが、これはもうお迎え当時からもともと色ムラのあった子です。とにかくこのリングの付近にツヤが出始めてきた。それからところどころに小傷ができている、そんな感じですね。この辺にもところどころね傷があります。バックプレートでつけてしまった傷とか、この辺もしかしたら爪で引っかいてしまったような傷かもしれません。そういったものがねちらほらつき始めております。内側はというと本革リングサポーターつけてないモデルなんですけれども、まだそこまでねこのリング跡ががっつりはついてません。どちらかというとこの後ろの方側の方がリング跡デコボコ感が、ね、感じますね。指で触った感じでいくと左右でデコボコ感の方が強かったこの後ろ側ですね、こちらの面の方がよりこのリングのツヤの出方もちょっと強めになった感じです。
今年の9月からプロッターのリング仕様変更がありまして、すべてのモデルのリングがシルバーに統一されてしまったんですけれども、私はこのレザーバインダーに関しては、そのリング仕様変更前に購入しているモデルになりまして、ピンクゴールドのリングがついたモデルになってます。今もですね、ピンクゴールドのついたリス仕様のレザーバインダー、店舗さんで在庫があれば売っていると思います。シルバーじゃなくてピンクゴールドがいいよっていう方はですね、ちょっといくつか駆け回ってみてもらえればと思います。エイジングログの後ろにはですね、プロッターのカタログも入れてます。2019年度版と2021年度版2つ持ってるので、両方入れてます。今これ廃盤でないですしね。クリップボード。私ね、これずっと探し回ってはいるんですけれども、もうね、見つからないので、これはね、本当にもう市場から消えてしまった商品なのかもしれませんね。いや、そんなね、感じで。カタログの中身もおしゃれですので、見ているだけでとても楽しいです。でですね、革の内側、さらにですね、このシルクスクリーンのある方側はですね、なんとなくこう、リングの、リフィルの跡的な感じのがね、ついてきてる雰囲気がありますね。ここの一角だけ。こっちもね、なんとなくこうね、ついてきてる感じはしますね。で、色がね、このリスシオブラウンの色可愛いんですけれども、なんかコルクみたいで可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛くていいな。やっぱ革でブラウンって王道の色ですが、やっぱ可愛いですよね。無難でシンプルで、やっぱいい色だなーってね、見てて思います。ということでね、今、リス仕様のブラウンは、革のエイジング記録用の手帳になっております。去年の伊東屋システム手帳サロン限定で登場したエピのレザーバインダーです。ミニロックサイズのブルーを持ってます。お迎えから1年のレビューになります。じゃじゃん。このレザーバインダーはブッテーロという今ここに引いているデスクマットと同じ革に波模様の型を使用した革になります。理想のデスク作りシリーズを作るときのね、こう物選びのいろいろと資料っていうのも変ですけれども、なんかこういうのを書いたりだとか、まあそれ以外にも家具の配置をどうするだとか、そういったなんかね、家のものとか、そういうのを選ぶときに使ってたりする手帳になります。ちょっとね、この辺とかは間取りとかも入っちゃってるんで、あんま見せられないんですけれども、まあこういった感じのいろんなリフィルが入ってます。革の表面でいくと、めちゃくちゃ色が変わった、ツヤが出たとかっていうね、そういった変化まではね、まだ感じ取れてません。ただ、ここにですね、結構大きめの傷が入ってるんですよ。この間お手入れの動画を出したので、それ見てもらうと、ちょっとわかりやすいかなと思うんですが、細いね、ザーっていう大きめのね、傷がついたりとか、そういうのがね、ちらほらあります。で、まあ、こっちのね、左面だけはクリーム塗ってお手入れして、で、右の面だけブラッシングでっていう感じですね。で、やっぱりね、使っててどうしてもこのエピの片押しの構造的にこう溝ができるわけですよね。溝があるので、そういったところにホコリとかね、ゴミとかが入ってしまうことがあります。なので、この子に関してはやっぱりね、ブラッシングとかしてあげるのがいいのかななんてね、そんな風にね、思っている革です。私あんまり、例えばリス仕様だとかプエブロとかも、お手入れするぞって言ってブラッシングとかするタイプじゃないんですよ。本当に冬の乾燥が気になるとか、何かトラブルがあった時にお手入れするぞぐらいなんですけれども、エピちゃんに関しては、ちょっとね、このホコリとかが詰まることがあるかもっていう、そういった感じの革でした。で、内側に関してなんですが、内側は、結構いい感じに、こう、褐色した感じのエイジングというか、そういうのがね、行われていて、この内側の雰囲気がね、とても素敵です。プロッターの斉藤さんにタイポグラフィティをね、してもらいました。ここにね、アレンジングっていう風に書いてもらっています。めちゃくちゃね、素敵です。ラメ入りのポスカで書いてもらっていて、結構ね、キラキラしていたんですけれども、なんかね、馴染んだのかな？なんかだんだん馴染んできた気がしますね。書いてもらったばっかりぐらいの日が浅い時はですね、ここ触った時に結構ラメのザラザラ感とかが分かったりしたんですけれども、今ですね、だいぶそのザラザラ感っていうのが薄れてきてますね。まだ多少この辺とかはあるんですけれども、前よりもちょっと和らいでいるなっていう風に感じます。でも文字が消えたわけじゃなくって、しっかりとそれは残っていますので、普通にね、大丈夫です。反対側も同様で、この外側の部分が
いい感じのこのアンティークな感じのエイジングをしてきています。この青いところとこの茶褐色のコントラストがね、結構こっちはわかりやすい感じですね。この本革リングサポーターのこの後ろの付近とかも色が変わってきてますね。タンニンの色がね、こう出てきてるんですかね。こんな感じのね、エイジングをしております。ブッテ色自体がもともとね、張り感のある革に、さらにこう、多分ね、片押しでプレスして、で、この波模様をつけてると思うんですが、めちゃくちゃね、バリカタみたいな感じの革だったわけですよ。で、かなりその開きがあったんですけれども、だいぶね、和らぎました。ちょうどゴムバンドつけてるらへんがちょっと、キュッてくぼんでる気がしますね。この革的にね、気のせいかな。ここら辺がね、キュッてちょっと下がってる気がしますね。こっちも。キュッて、こう、内側に言ってる感じがありますよね。まあ、こんな感じの革ですが、そろそろゴムバンド外しても平気かもしれませんね。まあ、あってもなくてもっていう部分かなと思いますが、ちょっとアクセント的にもなるし、つけときましょうかね。で、エピちゃんにはですね、このタッチ&フローで購入したブラス製のこんな感じのね、キーホルダーじゃないけれども、ピアスだっけこれ。なんかね、つけてます。ちょっとね、可愛いんですよ。チケットみたいな、タグみたいな、そんな感じのやつをつけてます。エピのバックプレートがアンティークゴールドなんですよ。金具、真鍮の感じもアンティークゴールドの色と結構近くていいなと思ってつけてます。これをつけてるとちょっとね、どうしてもこのプロッターっていう向きで置くのあれかなとかって思って、いつもね、こうやって逆さまにして置いてたりとかします。ここがね、壊れないようにっていう意味で、こんな向きで置いてることがあります。エピちゃんに関してはまだまだね、張り感健在のしっかりとしたレザーバインダーです。去年の今ぐらいの時期にですね、今の家の物件を決めたんですけれども、その時とかにね、めちゃくちゃエピちゃんお世話になってましたね。どの物件を内見するしないとか、間取りはこうがいいなとか、いろんな家に求める条件を書き出したりとか、ちょうど去年の今頃とか、わちゃわちゃやっていたので、あれからね、もう1年経ったんですね。なんか懐かしいですね。そんな手帳でございます。毎日めちゃくちゃ使うって子ではないんですけれども、本当にね、必要な時に使ってますよっていう、そんなお話でした。では次の手帳に移ります。今回のエイジングレビュー動画のラストはこちらですね。リス仕様のワインのナローサイズお迎えから2年経過のレビューとなります。もう2年経ちましたね。こちら村上瑠衣さんのアンティークカスタマイズをしてもらっているレザーバインダーになります。いやーもう2年経っちゃいましたね。早いですね。どうしてもリス仕様のワインでナローサイズで虎が入ったやつに村上さんのアンティークカスタマイズをしてもらいたいっていう一心で探し回ってね、見つけた子がこのレザーバインダーだったんですよ。かなりあの時はいろんな店舗回りましたね。そんな思い出があるレザーバインダーです。お迎え当時から用途は変わらず5行日記としてずっと使い続けています。かなり小傷とかも入ってます。この辺にも傷があるし、ここら辺にも最近作ったね、ちょっとまだ赤い傷とかもあります。村上さんのカスタマイズ入ってるからちょっとわかりにくいかもしれませんが、やっぱりでもなんかこう、手の馴染み感がすごくね、良くなったなっていう風に感じます。さっきのね、このリス仕様のブラウンとかはまだまだマットな感じ、初々しさがあるんですけれども、この子なんかね、やっぱりちょっとこのクタっていう感じね、してきてるんですよね。してきてるんですよ。まあね、村上さんのカスタマイズでね、全体的にかっこいい状態を保ってはいるんですけれども、本当にね、手馴染みが良くなった。すごいいい感じに育ってくれたなっていう、そんな感じをしています。今回は特にお手入れしなかったんですけれども、触り心地もしっかりプニプニでいい感じですし、めちゃくちゃ気に入ってます。来年も引き続き5行日記を書き続けていこうかなと思ってはいるんですけれども、この辺をね、ちょっと迷っています。ただ、今の2023年度版のリフィルも2024年の3月いっぱいまでは使い続けることができますので、しばらくね、このまま使い続けて、やっぱり2つあった方がいいなって思ったら、追加で買えばいいし、1個でいいやってなったら多分こっちで5行日記を書いて、こっちはまたちょっと違う用途にしてとか、そういう感じになるかもしれません。ちょっとね、まだこの辺悩み中です。そしてこのリス仕様ワインを5行日記として使い始めてからずっとね、相棒として使っているペンがこちらのパイロットさんの
ボールペンなんですよね。前どこかの動画でちゃんとお話ししていると思うんですが、これね、ちょっと廃盤品になりまして、今販売がないので、あれなんですけれども、このボールペンね、一回も芯変えてない気がするんですよね。5行日記を書き続けて2年ね、経つわけなんですけれども、芯を、返芯を一度も変えてない気がします。パイロットさんのインクめっちゃ物持ちいいななんてね、そんな風に思ってます。私の記憶がもしかしたら違うのかもしれないんですけれども、なんかね、変えた記憶がないんですよね。5行日記をつけ始める前から使い始めてて、そもそもこのペンのインクを変えたことがない気がするレベルなんですよね。めっちゃ物持ちがいいななんてね、思ってます。めちゃくちゃね、お気に入りのペンなので、引き続き使っていく予定です。内側ですがこんな感じですね。表面もこう、あばらのところ、リングのところ黒くなっていますが、なんか特段ね、その痩せこけたっていう感じにはなってないと思うんです。でもやっぱりこっち側見るとね、結構リングの跡っていうのはしっかりついてます。本革リングサポーターもつけてますが、ね、やっぱり2年も使ってますからね。で、普段は、例のここにね、ギュッて縮こめられてますからね、圧もかかっているはずです。外側らへん、ちょっと色素が薄くなってきてる気がしますね。全体的にワインの色、このちょっと紫色っぽい感じの色のはずなんですけれども、ちょっと色味が薄い感じがします。ここのリングをつけるためにちょっとついて薄くなってる部分あると思うんですが、ここの隙の薄さとまではいきませんが、ちょっとね、色味がこう、段階的になってきてるような、そんな気がしています。もしかしたらこのまま色が退色っていうのかな、そういう風になっていくのかもしれませんね。色薄いなと感じてるんですけれども、じゃあこれを表面で見るとどうかっていうと、表面で見た時に、じゃあここだけめちゃくちゃ色が薄くなったなっていう感じるかって言ったらそんなことはないんですよね。なのでやっぱ内側の変化にとどまってるかもしれませんね。で、反対側はこんな感じです。なんかこの辺がちょっとね、荒々しくなってきた感じがしますね。なんかこの辺ちょっと削れてる感じっていうのかな。そういうのがあったりします。で、反対側も同様で、やっぱりリング跡はがっつりとついてます。で、ちょっとここのね、バンドの部分がこちらの内側に入り込んでたりとかしますね。まあ、いい感じにクタってなってきてる、馴染んできている証拠だなっていう風にね、思っています。いや、2年ですか、とうとう。ね、リス使用ワインも。ね、バックプレートもバッキバキにエイジングしてます。バックプレートがめちゃくちゃエイジングするタイプとしないタイプの子がいて、まあ、こんなにがっつりするタイプの方が珍しいので、ちょっとどうしたらこうなるかっていうのがまだ分かってないんですけれども、このレザーバインダーに関しては、本当皮もそうですし、バックプレートもそうですし、全体を通してアンティークカスタマイズしたっていうか、アンティーク感漂わせてくれている、そんな感じのね、一冊になってますね。で、先ほどもお伝えした通り、このレザーバインダーに関しては、リングの色がシルバーに統一化される前に購入したモデルですので、ピンクゴールドのリングがついております。今ですね、プロッターの公式オンラインストアで購入すると確実にシルバーリングが届きますし、各店舗の在庫状況によってはリングの色がシルバーになったり、ピンクゴールドになったりすると思います。というわけで今日はこちらに出ている6冊のレザーバインダーのエイジングレビューをお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。